皆さん、こんにちは。あなたの命を守る。防災サバイバルラジオのお時間です。さて、今日のテーマは、災害の時の対応と日常の備えです。日本に暮らしていると、本当に色々な災害が起きますよね。地震、火事、大雨、津波、そして火山の噴火。ここは安全だと言い切れる場所は、日本中探してもどこにもないかもしれません。だからこそ、いざという時の対応や、日常の備えが命を分けるんです。まずは、日本での災害発生件数と死傷者について振り返ってみましょう。災害大国と呼ばれる日本ですが、なぜこんなに災害が多いのかご存知ですか？実は、地球の表面を覆っているプレートと呼ばれる巨大な岩盤が、日本の周りでは4つもぶつかり合っているんです。こんな場所は、世界中探しても他にありません。だから地震や火山の噴火が多いんですね。それに加えて、日本は台風の通り道でもありますし、国土の約 75% が山地なので、川の流れが急で水害や土砂災害も起こりやすいんです。過去のデータを少し振り返ってみますと、近年だけでも大規模な災害が毎年のように起きています。2016年の熊本地震では、死者が273人、住宅の全半壊が4万棟以上に上りました。2018年の西日本豪雨では、死者・行方不明者が合わせて200人を超えましたし、記憶に新しい2024年の能登半島地震でも、多くの尊い命が失われました。大雪の被害も侮れません。令和以降の大雪による死者数は平均すると毎年約10人にもなり、決して少ない数字ではありません。これらの数字を聞くと、少し暗い気持ちになってしまうかもしれませんね。でも、怖がるだけでは命は守れません。私たちがすべきことは、正しく恐れ、正しく備えることです。さて、災害が起きたとき、皆さんはどこへ逃げますか？とりあえず近くの小学校に行けばいいんでしょ、と思ったあなた、ちょっと待ってください。実は、避難所と避難場所は違うって、知っていましたか？これ、豆知識としてぜひ覚えておいてください。まず、指定緊急避難場所というのは、災害によって命の危険が迫っている時に、一時的に逃げ込んで身を守る場所のことです。例えば、津波が来るから高いところへ逃げるための津波避難タワーや、大きな火事から逃れるための広い公園などがこれに当たります。一方、指定避難所というのは、災害の危険が去った後に、家が壊れてしまった人などが一定の期間、避難生活を送る場所のことです。小中学校の体育館や公民館などがよく指定されていますね。東日本大震災の時、この避難所と避難場所の違いが明確に区分されていなかったために、津波の危険がある避難所に逃げ込んでしまって被害が拡大したという悲しい出来事がありました。だから今は、法律でこの2つを明確に分けるようになっているんです。まずは命を守るための避難場所へ逃げ、その後生活するための避難所へ行くという順番を、ぜひ覚えておいてくださいね。ちなみに、災害の種類によって安全な避難場所は違います。地震の時には安全なグラウンドでも、大雨の時には浸水してしまうかもしれません。国土地理院のウェブ地図などでも、災害種別ごとに指定緊急避難場所を確認できるので、ぜひ一度チェックしてみてください。続いて、お子さん、特に乳幼児がいるご家庭の対応についてお話しします。小さなお子さんを連れての避難は、本当に大変ですよね。大人の足なら5分で着く場所でも、子供を連れていると15分、20分とかかってしまうこともあります。だからこそ、避難のタイミングがとても重要なんです。自治体から避難情報が出たとき、どのタイミングで逃げればいいかわかりますか？正解は、警戒レベル3、高齢者等避難です。まだレベル3だし、大丈夫だろうなんて思ってはいけません。レベル4の避難指示が出てからでは、子連れでの避難は間に合わない可能性があるんです。早め早めの行動が、大切な我が子を守ります。そして、いざ逃げるときに持っていくものですが、赤ちゃん専用の備えが必要です。大人用の配給はあっても、赤ちゃん用のミルクやおむつはすぐには手に入りません。液体ミルクや使い捨ての哺乳瓶は、水が使えない災害時には本当に役立ちます。おむつは最低でも10枚以上、できれば多めに持っていきましょう。ここでお役立ちの豆知識です。実はおむつって、トイレの代わりに使えるだけでなく、水を含ませてから凍らせると、保冷剤としても使えるんです。これ、ちょっとしたサバイバル術ですよね。他にも、避難所の床は硬くて冷たいので、折りたたみマットや赤ちゃんを安心させるためのお気に入りのおもちゃも忘れずに。歩けない赤ちゃんでも、避難中に瓦礫で怪我をしないように、靴を履かせてあげると安心ですよ。では、日常の備えについてはどうでしょうか。防災グッズ、買わなきゃと思いつつ、押し入れの奥にしまいっぱなし、なんてこと、ありませんか。災害が起きてから、あれ、どこにやったっけ、と探している暇はありません。玄関の近くや、寝室など、すぐに取り出せる場所に置いておくのがポイントです。備蓄品については、最低3日分、
できれば1週間分と言われています。昔は3日分と言われていましたが、最近は被害が広範囲に及んで、支援が届くまでに時間がかかることが多いからです。1週間分も水と食料を置いておく場所なんてないよ、という方、安心してください。ローリングストックという方法があります。普段から食べているレトルト食品や缶詰、ペットボトルの水を少し多めに買っておき、古いものから消費して、使った分だけ買い足すという方法です。これなら、賞味期限切れで捨てる無駄も防げますし、何より、食べ慣れた味が災害時のストレスを和らげてくれます。家族との決まり事も大切です。災害が起きたとき、家族全員が一緒にいるとは限りません。電話やスマホがつながらなくなることも多いですよね。そんな時のために、災害用伝言ダイヤル、171の使い方を家族で確認しておきましょう。171に電話して、録音や再生をするシステムです。また、スマホの充電が切れてしまった時のために、親戚の連絡先や家族の写真を紙に書いた、防災手帳や防災カードを持っておくこともお勧めします。そして、もしはぐれたら、小学校の正門前の鉄棒のところに集合ね、というように、具体的な待ち合わせ場所を決めておいてください。さて、無事に避難所へたどり着いたとしましょう。ほっと一息、と言いたいところですが、ここからがまた大変なんです。避難所生活は、決して快適なものではありません。たくさんの人が狭い空間で共同生活をするため、プライバシーはほとんどありませんし、ストレスもたまります。そこで、避難所生活を少しでも快適にするために必要なものをいくつかご紹介します。まずは、安眠グッズ。耳栓とアイマスクです。避難所では夜中でも誰かのいびきが聞こえたり、赤ちゃんの泣き声がしたり、明かりが眩しかったりして、なかなか眠れません。しっかり睡眠をとらないと体調を崩してしまいますから、これは必須アイテムです。それから、携帯トイレと、衛生用品。避難所のトイレはすぐにいっぱいになったり、断水で流せなくなったりします。携帯トイレは1人当たり、1日5回 ×3 日分15回分を目安に用意しておきましょう。水が使えないので、除菌のウェットティッシュや、水なしで使えるドライシャンプー、それに使い捨ての下着などもあると非常に便利です。特に女性の皆さんは、女性ならではの備えが必要です。過去の災害では、生理用品がなかなか配られなかったり、配ってくれるのが男性職員で言い出しにくかったりという問題がありました。ですから、生理用品は普段より1周期分多めに、そして中身が見えない黒いゴミ袋も一緒に備蓄しておきましょう。また、避難所ではエコノミークラス症候群になりやすいので、着圧ソックスを用意しておくのもおすすめです。悲しいことですが、避難所という混乱した状況の中では、小犯罪などのトラブルが起きることもあります。防犯ブザーを持っておく、夜にトイレに行くときは一人で行かない、といった自衛策も考えておいてくださいね。ここまでは家や避難所での話をしてきましたが、外出中、特に、車の中で災害に遭うこともありますよね。お正月やお盆の帰省中、高速道路で大渋滞に巻き込まれたり、大雪で車が立ち往生してしまったり。2020年の関越自動車道では、大雪で最大2100台もの車が、なんと52時間も立ち往生しました。52時間ですよ。車の中で2日以上過ごすなんて、想像しただけでゾッとします。そんな時のために、車の中にも、車内防災のグッズを積んでおく必要があります。専門家が推奨する、命を守る3種の神器をご紹介しましょう。一つ目は、スコップなどの除雪用具。大雪で車が埋まってしまった時、一番怖いのは、一酸化炭素中毒です。マフラーが雪で塞がれた状態でエンジンをかけていると、排気ガスが車内に逆流して、気づかないうちに命を落としてしまうことがあります。ですから、定期的に車から降りて、マフラーの周りを除雪しなければなりません。二つ目は、携帯トイレ。生理現象は我慢できませんよね。大渋滞でサービスエリアにも行けない状況では、これがないと本当に地獄を見ます。最低でも10回分は積んでおいてください。三つ目は、水や食料です。夏場の車内は高温になるので、普通のミネラルウォーターや保存食だとダメになってしまうことがあります。車内の過酷な温度変化にも耐えられる、車載用の防災セットを用意しておくのがベストです。他にも、毛布や防寒着、スマホを充電するためのシガーソケット用充電器やモバイルバッテリーも必須ですね。もし大雨でアンダーパスなどに車ごと水没してしまった時のために、窓ガラスを割る、緊急脱出用ハンマーも、運転席のすぐ手の届くところに置いておいてください。トランクに入れておいたら、いざという時に取れませんからね。さて、日本は地域によって発生しやすい災害に特徴があります。特殊な地域での災害事例と、その対策についても触れておきましょう。まずは、南の島、沖縄の台風です。沖縄の台風は、本州に来るものとは桁違いの強さです。そのため、沖縄の家は木造ではなく、鉄筋コンクリート造りで作られていることが多いんです。
風で飛んできたものがぶつかっても壊れないようにするためですね。沖縄特有の対策として、塩害への備えがあります。台風の強い風で海の水が巻き上げられて、街中に吹きつけるんです。台風が去った後に建物の外壁や車、室外機などを水で洗い流さないと、塩分で錆びてすぐに故障してしまいます。本州に住んでいるとちょっと想像がつかないかもしれませんが、地域ならではの重要な対策ですね。逆に、北の地方では、大雪が脅威になります。新潟県や群馬県などの豪雪地帯では、毎年のように雪下ろしの際の事故が起きています。屋根から転落したり、落雪に埋まってしまったりする事故です。雪下ろしをする時の鉄則は、絶対に一人でやらないことです。万が一埋まってしまった時に、一人だと誰にも気づかれずに窒息してしまうからです。また、バックカントリースキーなどで雪山に入る方は、雪崩の危険があります。自分の居場所を電波で知らせる、ビーコンや、雪に埋もれるのを防ぐ、エアバッグ付きザックなどを必ず装備してください。雪崩で埋まってしまうと、約15分で心肺停止になると言われていますから、一刻を争います。そして、日本全国どこでも気をつけなければならないのが、火山の噴火です。日本には111もの活火山があります。もし富士山が大噴火したら、首都圏にも大量の火山灰が降ってくると予想されています。火山灰と聞くと、砂みたいなものかな、と思うかもしれませんが、大間違いです。火山灰は、微細なガラスの破片なんです。目に入ると角膜を傷つけますし、吸い込むと呼吸器系の病気になります。だから、公開があった時はコンタクトレンズは絶対に外して、防塵ゴーグルとマスクを着用しなければなりません。また、火山灰が雨に濡れると、電線に付着してショートし、大規模な停電を引き起こす可能性があります。たった数センチ積もるだけで、車はスリップして走れなくなり、鉄道も止まってしまいます。噴火のニュースを聞いたら、むやみに外出せず、家の中で窓やドアをしっかり閉めて、隙間にはテープや濡れタオルを詰めて灰が入ってこないように防御しましょう。最後に、お金の話をしましょう。入っていると安心な保険についてです。災害で家が壊れてしまったとき、国から、被災者生活再建支援制度という支援金が出るのはご存知ですか？あ、国が助けてくれるなら安心だと思った方。実はこれ、家が全壊したとしても、基礎支援金と加算支援金を合わせて、最大300万円しか出ないんです。家を建て直すのに何千万円もかかるのに、300万円では到底足りませんよね。だからこそ、民間の保険でしっかり備えておく必要があるんです。まずは、火災保険。火事の時だけの保険だと思っていませんか？実は、台風による屋根の破損や、豪雨による洪水、土砂崩れなどの水災も火災保険でカバーできるんです。ただし、水災保証というオプションをつけていないと、川が氾濫して家が水浸しになっても保険金は1円も出ません。うちはマンションの高層階だから水災は外してもいいや、という選択はありですが、一戸建てで川の近くに住んでいるのに水災保証をつけていないというのは非常に危険です。ご自宅のハザードマップを確認して、水災のリスクがあるなら絶対につけておきましょう。そして、もう一つ絶対忘れてはいけないのが、地震保険です。地震が原因で起きた火事や、津波で家が流された場合、普通の火災保険では一切保証されません。地震保険に入っていないとダメなんです。地震保険は、火災保険とセットでしか入れないというルールがあります。保証される金額は、火災保険の金額の最大 50% までと決まっていますが、それでもあるとないとでは、その後の生活再建が大違いです。家そのものだけでなく、テレビや冷蔵庫、家具などを保証する、家財の保険も忘れずにつけておいてくださいね。家は残っても、中のものが全部ダメになってしまうと、買い直すだけで大変な出費になりますから。さて、随分と長くなってしまいましたが、皆さん、いかがでしたでしょうか？地震、台風、大雪、火山の噴火。私たちは、常に自然の脅威と隣り合わせの国に生きています。自分だけは大丈夫、うちの地域は安全という正常性バイアスを捨てて、今日からできることを一つでも始めてみてください。まずは、スマホでご自宅周辺のハザードマップを検索してみる。帰り道にスーパーで、レトルト食品とペットボトルの水を少し多めに買ってみる。そんな小さな一歩が、あなたと、あなたの大切な人の命を守ることにつながります。防災は、特別なことではありません。日々の暮らしの中に、少しだけ、もしもの視点を取り入れること。それが、最強のサバイバル術なのです。今日一日が、皆様にとって安全で平穏な一日でありますように。さようなら。